愛読書の印象。子供の時の愛読書は西遊記が第一である。これらは今日でも僕の愛読書である。比喩談としてこれほどの傑作は西洋には一つもないであろうと思う。名高い潘安の天路歴帝なども到底この西遊記の敵ではない。それから水滸伝も愛読書の一つである。これも今もって愛読している。一時は水滸伝の中の108人の豪傑の名前をことごとく暗記していたことがある。その自分でも押川春郎氏の冒険小説や何かよりもこの水滸伝だの西遊記だのという方がはるかに僕に面白かった。中学へ入学前から時富ろ過氏の自然と人生や長牛の平家雑感や小島臼井氏の日本山水論を愛読した。同時に夏目さんの猫や京香氏の風流船や緑雨のあられ酒を愛読した。だから人のことは笑えない。僕にも文章クラブの青年文史録の中にあるようなトルストイ、坪内志功、大町慶月時代があった。中学を卒業してからいろんな本を読んだけれども、特に愛読した本というものはないが、概して言うとワイルドとかゴーチエとかいうような絢爛とした小説が好きであった。それは僕の気質からも来ているであろうけれども、一つは確かに日本の自然主義的な小説に飽きた反動であろうと思う。ところが高等学校を卒業する前後からどういうものか趣味や物の見方に大きな曲折が起こって、前に言ったワイルドとかゴーチエとかいう作家のものがひどく嫌になった。ストリンドベルクなどに傾倒したのはこの頃である。その自分の僕の心持ちから言うと、ミケーロ・アンジェロ風な力を持っていない芸術はすべて瓦礫のように感じられた。これは当時読んだジャン・クリストフなどの影響であったろうと思う。そういう心持ちが大学を卒業する後までも続いたが、だんだん燃えるような力の崇拝も薄らいで、1年前から静かな力のある書物に最も心を惹かれるようになっている。ただし、静かなと言っても、ただ静かなだけでも力のないものにはあまり興味がない。スタンダールやメリメイや日本物で才覚などの小説は、この点で今の僕には面白くもあり、またためにもなる本である。ついでながら付け加えておくが、この間ジャン・クリストフを出して読んでみたが、昔ほど観光が乗らなかった。あの自分の本はダメなのかと思ったが、アンナ・カレーニナを出して2、3章読んでみたら、これは昔のようにありがたい気がした。